ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。ペレス復活の兆し、マルコも期待の声の話題です。セルジオ・ペレスはオースティンでレッドブルでの将来をめぐる憶測に終止符を打つための一歩を踏み出した。このメキシコ人ドライバーは2024年まで契約を結んでおり、チーム代表であるクリスチャン・ホーナーはその契約にはドライバーズランキング2位に止まることを義務付ける、そのような条件はないと語っている。しかしペレスは少なくともルイス・ハミルトンがフロアの過度な摩耗で失格となった後に4位となった日曜日5位でフィニッシュしたことで、アメリカグランプリでのパフォーマンスの低迷に対する疑念を和らげた。ペレスはいいレースをした、ペレスは実際にまともなレースをしたとホーナーは語った。興味深いことにヘルムート・マルコはさらに高い評価を下している。ペレスのレースは完璧で全体的なパフォーマンスも良く満足できるものだったとドイツ語放送で語った。9番グリッドから可能な最大限の力を発揮した。ミディアムではマックスと同じラップタイムを記録したとマルコは続けた。チェコにとっては明らかな上昇トレンドだとマルコは続けた。今後の彼のパフォーマンスにも期待できる。通常ドライバーは週に1日シミュレーターで過ごすものだが、彼はここに来る前に自発的に3日間シミュレーターで過ごしたいと申し出たとマルコは明かしたという。これは彼が再び競争力を取り戻すことに真剣だということを示しているとマルコはスカイドイツに語った。33歳のドライバーであるペレスは今週末の地元メキシコグランプリでさらに一歩前進できると楽観視している。スピードがとてもいい時もあれば足りない時もあったとペレスは語った。でも何が悪かったかは分かっているからメキシコに向けてはとても楽観的だ。一方フェルスタッペンは6番グリッドから順位を上げてレースを制したが、実はフェルスタッペンはレッドブルのハンドリングに不満を漏らしていた。ブレーキパッドを交換したんだけどどういうわけかマックスのフィーリングが合わなかったんだとマルコは説明した。限界で走るのはマックスにとって信じられないほど難しかった。でもマックスは見事にそれをやってのけたとマルコは説明した。今年最もタフなレースだったのは間違いない。メルセデスの新しいフロアはレース後に違法に装着されていたことが明らかになったが、成功を証明したことは確かで、ハミルトンのチームは勝利の可能性を阻んだ戦略の失敗を悔やむだけだった。マルコは感心していた。ルイスはセンセーショナルなレースをしたしミスもしなかったとマルコは語った。メルセデスのボスであるトトウルフもアップグレードがうまくいったこととマシンが速かったことはポジティブな面だと同意している。しかしウルフはメルセデスがレッドブルの覇権に急速に追いつきつつあることを示すものとは限らないことを懸念している。この12年間楽観的な気持ちになったことは一度もない。レッドブルはおそらく3ヶ月前に開発をやめて来年を見据えているのだろうとウルフは微笑んだ。新しいアップグレードを持ち込んだから少し状況が変わったんだ。でも開発の方向性が正しいのはいいことだ。新しいフロアが機能するかどうかを確かめたかったんだ。最後にマルコは日曜日にフェルスタッペンがアメリカの観衆からブーイングを浴びたことを考えれば今週末のメキシコグランプリで状況がさらに悪化する可能性もあるが、レッドブルはそれほど心配していないと語った。メキシコの人々はとても親切だとマルコは言う。メキシコではもう少し攻撃的なファンもいるかもしれないが、マックスはメキシコでうまく誘導されるだろう。ペレス復活の兆し、マルコも期待の声の話題でした。
チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。